源氏物語イラスト役で最強の古文速読力を身につけましょう。この動画では、源氏物語の原文の後に一語一語の現代語訳が流れます。重要古語にはアンダーラインが引いてありますので、よく照らし合わせて単語や文法をマスターしましょう。さらに、イラスト訳と合わせて読むことで状況理解ができ、古文で最難関の主語の確認もスムーズに行えるようになります。それでは、イラスト訳本編のスタートです。第3条うつせみの始まり。光源氏はうつせみに夜ばいをかけ一夜を過ごします。しかし、彼女は人妻であり、それ以降は彼の求愛をひたすら拒みます。源氏は彼女に袖にされたやるせなさで、弟の小君を相手に気を紛らわしています。では、この後の展開いってみましょう。寝られたまわぬままには、我はかく人に憎まれてもならわぬを。今宵なん初めて武士と世を思い知りぬれば、恥ずかしくてながらう魔獣こそ、思いなりぬれなどのたまえば、涙をさえこぼして伏したり、意と老たしとおぼす。手探りの細く小さきほど、神の意と長からざりし気配のさまかよいたるも、思いなしにや哀れなり。あながちにかかづらいたどりよらんも、人あろかるべく、まめやかに目覚ましとおぼし明かしつつ、例のようにものたまいまつわさず、夜不幸いでたまえば、この子は愛おしく、想像しと思う。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要古語はこちらです。
また、文法事項はこちらです。今回は主語の確認方法についてお話ししたいと思います。主語の見分け方は大きく分けて2つ。まず1つは文脈による見分けです。基本的に単純接続の場合は自然と次につながっていくので、大体は主語が変わりません。それに対して、おやに、ばなど、接続助詞があって、話が次に展開していく場合は、ここで一旦スラッシュを入れて主語を確認し直しましょう。また、敬語がある場合も根拠の一つになります。特に今回のように、登場人物の一方が身分が高く、もう一方が身分が低い場合は、敬語で見分けることができます。っていうか、作者はそれが誰の行為か敬語で見分けられるため、あえて主語を書かないのです。では、実際に見てみましょう。まず、寝られたまわぬままに。これは、たまうという尊敬語があるので、光原子の行為ですよね。次に、会話文の後を見てみましょう。のたまうという尊敬語がありますね。これも光原子がおっしゃったようです。そして、以前形プラスばがありますので、ここでスラッシュを入れましょう。次を見ると、こぼしてと敬語がなく、単純接続で不したりにつながっています。敬語がないので、明らかに小気味の行為ですよね。さらに次の文を見てみると、ロータシとおぼすという尊敬語が出てきます。誰が思ったか。そう。光原子が小気味を可愛いと思ったんですね。こんな風に文脈や敬語で主語を見分ける練習をどんどんしていきましょう。さあ、今回から第3条うつせみが始まりました。第1条起立簿、第2条母木木、および天代の品定めの再生リストは説明欄のリンクに貼っておきましたので、合わせてご覧になってくださいね。ブログの方も毎日更新しています。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントをお願いします。それではまた。